ます。はい、では始めたいと思います。今回からですね、新しいシリーズで IR シリーズということでですね、始めたいと思うんですけども、そもそもうちの研究所にですね、IRG っていうグループですね、があるっていうことをご存じない方も結構多いと思うんで、それは何であるのかって簡単に説明できればと思ってるんですが、 IRG っていうのはですね、インターディスプリナリーリサーチグループっていう、の略でありまして、学際研究グループって言います。でこれはそもそものとしてですね、私自身、博士号は持ってないんですけどね、こんな偉そうにしてますけど、博士号持ってなくて修士号、しか持ってないんですけども、特に修士号の中でも一つ、人工知能、科学ですね。で、これについての修士号を取った時にですね、立教大学の、独立研究科で取ったんですけども、その時に先生にですね言われたのは、これから社会科学、人文科学、それから自然科学問わず、今までとは全くあり方が変わってきますよと。どうしてかっていうと、いわゆるデータドリブンでですね、データ駆動型の科学に再現される中で、例えばこれからね、お話まさに今日一緒に付き合ってくださるですね、田中勝研究員、とですね、脳学ご専門なんです。博士号を取った方なんで、東大の天才と言われて失礼ですけどもからですねご説明があると思うんですけど、どっちかっていうとなんて東大なんか典型なんですけども、なんか偉い先生がいて、その先生が言ったことをそうでございますみたいな繰り返してて、なんか先生がちょっと弱ってきたかなみたいな頃に、ちょっと自分はこんな論があるんだよねみたいな、ちょっと少しずつ言っていくみたいな、そんな感じのが多かったんですけどもうそんな関係ないと。やっぱりそのデータからですね、特に人工知能がそういう余談なくですね、はっきり言うと導き出したですね、ある種の結論というか、仮説があれば、それにのっとってバーッと突っ込んでいくと新しい知見が得られるんじゃないかと、そういう意味においては、今後のやり方っていうのは、学際的なあり方っていうのも当然になるし、これ当たり前だと思うんですよね。世界っていうのは基本的に一つであって、別になんかヒューマニティーズとか人文学とか、なんかソーシャルサイエンスだみたいな社会科学だ切れてるわけではないので、だけど大学っていうのは不思議ですよね。私も最近ちょっといろいろ出入りしてたもんですけど、なんか本当になんかすっごいタコツボになっちゃってて、それ違うんじゃないかなと。世界はそのものをですね捉えて、でかつ人工知能科学というか、データ客観性のあるところでみんなで議論をして、でそれに基づきながら新しい知見をですね、学際的に議論するっていう場を作ろうじゃないかというのが今回のですね、この IRG っていうインターディスプリナリーリサーチグループですね、この学際研究グループっていうのの趣旨なんですよ。でその中でですね、ちょっと長くなりましたけども、うちの研究所でですね、もういつからですか、昨年、そうですね、昨年の4月ですよね、からですね、私どもの研究所は皆様方ご存知の通りですね、東京大学の大学院の工学系研究科ですか、道徳感情数理工学校ですか、のですね、鄭雄一先生という先生がいて、その下に三吉先生という、皆様多分ご存知だと思うんですけど、三吉先生がいらしてですね、共同研究やってるわけですけども、それについてもねちょっと後でまた繰り返しになると思うんですけど、我々何で共同研究やってるかというと、要するに人の心っていうのは、これからまさにね田中さんが専門分野でこれからお話になると思いますけども、人の心っていうのを探求して道徳と感情とかいろいろあるんですけども、そこが現実と折り重なっていろんな、世界史ができていくわけですけども、これを突き詰めていくと、一つには物理学になっていくでしょうと。でもう一つは、まさにその生物学的な現象としてのね、話になっていくでしょうと。であとそれらが折り重なることによって社会科学的ないろんな出来事になっていくでしょう。まさに先ほど言ったような学際的な話になってくるんですよね。でその際にそういう、大きな話はいいんだけど、その大元って何かって言った時に、結局世界を把握する際の演算子っていうのがやっぱり重要なんじゃないのっていうのが、三吉先生のですね、アイデアで出して、そこに私はどこだったかな、恵比寿でですね、とある企業関係者の方にご紹介を受けたんですけど、熱く語っているですね三吉先生と会って惚れましてですね、でそこでこれだということでご協力申し上げたっていうのが最初なんですよ。でその時にからもう田中さんの話を聞いてて、もう田中勝というですね天才がいるんだと、ぜひかかってもらいたいと言ってですね、僕はちょっと無理言ってご本職は別にあるんですよね、なりわいとしては。だけどもぜひですねうちの研究員として、嘱託でやってくれないかということで上演されたということなんですね。簡単にちょっと自己紹介していただきます。
ありがとうございます。改めまして田中勝と申します。2023年なので2年前でしたね。あ、2年前か。間違えました。あっという間でしたね。いや2年前か。もう実は2年半関わらせていただいているということで、はい。で、2022年に東京大学の、まあ、文学部なんですけど、文学部の心理の方で博士を取りまして、で、2023年からこちらで研究させていただいて。なんか文学部の心理学教室っていうのは博士号取るの結構難しいという聞いたんですけど、やっぱりそうなんですか？いや、そうなんです。やっぱり工学部とか、まだ理系の方がまだ取りやすいんですけど、文学部は結構厳しくてですね。あ、そうなんですね。普通に皆さん何歳ぐらい取るもんですか？取れるか取れないかみたいなのがあって、やっぱ哲学とかだと結構年齢が教授になられた方とかも取ったりとかされてるんですけど、ちょうど私の上だと5年間空いてたりして、ちょうどうちの同期は結構みんなすぐ取れたんですけど、まあ結構その辺厳しい。あ、そうなんですか。ただ逆に言うとちょっとごめんなさい、本論に入る前ですけど、なんで田中さんは取れたんですか？優秀だって頑張ったんですけど、なんか秘訣あったんですか？秘訣は、いやでもどうしても取りたかったっていうのはやっぱり大きくて、なんとなく取れたらいいなっていう感じだとやっぱり難しいですよね。なんかもう寝食忘れて全てを捨てたやつ。そうですね。やっぱり三吉演算子とか今日の思想和算の話にも関わるんですけど、どうしてもやりたい分野がすごく下手すると非科学的になりがち。すごく人の心ってなんだろうとか、そういう人が関わることによって、その脳であるとか生物学的に、いろんな変化が起こったり社会に変化が及ぼしたりっていうところを、やろうとするとやっぱりどうしてもふわっとしてしまう。でそういった中でやっぱり社会に影響を与えながらちゃんと基礎研究やろうというふうに考えると、絶対にやっぱり博士号を取らないとちょっとスタートラインに立てないなっていうのがあって、やっぱり何が何でも取りたいっていうのは結構大きかったかなと。あ、そうですか。はい。すみません、なんかその話突っ込んじゃうんですけど、僕ちょっと訳あってですね、京大の文学部の心理ってユングじゃないですか。あそことちょっと深く関わりがあって、異常に明るいグスタフ・ユングについて、ですね、25歳ぐらいだったかな。じゃあもっと前だ。23、4ぐらいドイツに行った時なんですけど、読んで、僕はあれなんですよ、ユング研究所まで行って所長秘書だったバウマン夫人っていう、これ本当の話なんであれですけど、ユングの最後の、いわゆるドイツ語でゲリープってですね、ゲリープって言ってちょっとあえて日本語に訳しませんけどであったと言われてる人と会ったこともあるぐらいちょっと夢があってですね、行ったんですけど、でどうなんですか、京大と比べると東大っていうのはやっぱりそういう意味で博士を取りにくいですね。これ双璧って感じなんですか？そうです。京都大学も京都大学でやっぱり、心理学の拠点ですし、でただやっぱり毛色がだいぶ違いますね。京都大学の先生もだいぶ関わらせていただいたりしたんですけど、やっぱり東大の方は心理に限らずやっぱ古典的なっていうか、もう西洋から入ってきたすごく古典的なものをしっかり維持するっていうものがやっぱり強くて、むしろ京大の方がもっと結構自由に新しい手法であるとか新しいテーマもすごく、あと学際的な要素もやっぱり結構強いかなと思います。なるほどね。河合隼先生とかですね。あとあれですかね、東大の心理学といえば松平先生とか言ってませんでした？結構ずいぶん前ですよね。上の方です。だから松平理論っていうのは結構僕は習った経営コンサルティングの師匠が2人いるんですけど、そのうちの1人が松平理論を非常に熱心に勉強されている方です。よく話聞いたんですけどね。なんか博士号そんな大変なんですね。そうなんです。すごいですね。でちょうど私の代コロナにもかかってしまって、2年間ぐらい、1年半ぐらい、大学でちゃんと実験できないみたいな、そういったまた別の大変さもあったんですけど。なるほどね。でもあれですよね、その大学の話の前に、つくこまだったんですね。つくこま受かったんですけど、早稲田中学に行ってしまいました。これ入試受かった、そうなんですね。なんでなんですか？いや、もともといろいろ文化祭とか見る中で、早稲田中学高校すごい雰囲気いいな、クラスが合ってるなと思って。でもなぜそこで東大にまた戻ってきたんですか？いやー、これしかも文2っていう。いや、そうなんです。その時はですね、早稲田中高とで、付属校じゃなくていわゆる系列校っていう全員が全員じゃなくて半分ぐらいの推薦枠なんですけど、早稲田の政経に経済をやりたいなっていう漠然と思っていて。でちょっとここの手前でもいろいろありまして、どうせ推薦で早稲田の経済行くんだったらじゃあ、
高校2年生の時は理系に行って数学をやって、で高3で分転して、そうですか。でまあそのまま行くつもりだったんですけど、ちょうど 3.11 が高校2年のから高校3年に上がる時のまあ春休みにありまして、でまあ結構その辺は大きく影響して、やっぱり世の中に対してなんかこう貢献していくって言った時に、推薦でいいやっていうなんかマインドじゃちょっとダメだろうと、ちゃんと挑戦していきたいなっていうところから、東大を目指したんですけど、さすがに1年じゃ準備が効かず一浪して、東大文2に、はい。あ、そうですか。でまあ文に行かれて、でも文に行った時にはまだ文にっていうか経済学っていう。そうですね。で心理学になぜ変えられたんですか。それでまあいろいろ授業を受けていく中で、それはそれで面白かったんですけど、まあもっとこう人の経済活動というか、なんでこう意思決定するとか、やっぱりまあちょうどダニエル・カーネマンが流行ってたっていうこともあって、もっとその人の認知の方に関心が出たっていうのが一つと、あともう一つその教育関係のいろいろインターンとかやっていく中で、まあどうやったらこう人が成長していくのかとか、そういったことにすごく教育とか福祉に関わりたいっていうのが強くなって、じゃあ全部その基礎になっているところをやろうとした時に、じゃあその文学部の心理っていうのはすごく脳科学に近いことをやっているので、まあそこに新振りで変更したという。なるほど。だから四則和算ってさっき後ほど話で出ると思うんですけど、そういうのにアレルギーないんですよね。そうなんです。普通ありますよね。ありますね。まあ三吉さんのインパクトにまずやられそれだとこの四則和算の難しさにやられっていうのがあるんですけど、そうなんですね。なるほど。でも心理学をやられて、その後なんかこう社会人になってこうなっていくっていうのは相当どう思われたんですか。最初はもう本当に博士を取ってそのまま基礎研究をやっていこうと、で基礎研究の中で例えば心理療法とか、あるいはいろんな形でなんか社会に接続できるような応用にもつながるような研究をやっていこうっていうのは思ってたんですけど、そこで四則和算の方に進路が変わっていった理由の一つが、まさにやっていた専門が認知科学の中でも身体性認知科学っていう結構最近新しい分野がありまして、認知科学と人工知能よく双子って言われてると思うんですけど、そのいわゆる認知主義っていう、脳が本体というか、なんかいわゆる水槽に浮かんだ脳みたいな、あれで意識が生まれるんだっていうのに対するアンチテーゼで、我々はこの空間に身体を持っている以上、身体を通じて世界を捉えてるっていう、すごいパラダイムがちょっと違うところだったんですけど、やっていけばやっていくほど数学に落とせなくなりまして、うまくこの体が環境の中にあることによって私たちの意識とか認知が生まれてるっていうのをどうすれば数学にできるんだっていうので、ある意味こう道具がないので、もうある意味諦めようとしてたんです。博士取ってあとはもう実社会とか臨床の方に行こうとしていた最後の最後に三吉先生に出会うことができて、まさにこの三吉演算子と四則和算があればこういった身体性の部分っていうのを扱えていくだろうっていうのがスタートだったんですね。なんか今身体性の話で、すみません、なんかもう非専門的な話ですけど、なんか次々いろいろ思い出したんですけど、今の身体性って話でちょっと思い出したのが、人間の血っていうのは血液はどこでできるのかっていうの結構大議論があるのご存知じゃないですか。なんか脾臓かなんかできるというのは一般的に思われてるんですけど、いやそうじゃなくて脊髄かな。骨で作られるんだっていうなんか千島学説っていうのがあったと思うんですけど、これは俗説だと言われてるんですけど、でもやっぱり最近の研究なんか見るとやっぱり複数の箇所を作ってるんじゃないかっていうのがなんとなく分かってきたみたいな、本当は分かってたらそれごまかしたんじゃないのみたいなちょっと思ってるんですけど、だからそういう意味においては割となんかみんな当たり前だと思っていることについても確かに、ね、今おっしゃられたように身体性の部分っていうのは結構ありますよね。昨日たまたまですね講談社が最近出したマルチモーダルとロボット工学の話読んでたんですけど、あれだとやっぱりまだまだやっぱりその人工知能っていうのがあって、でそれが複数の、いわゆる基盤モデルに、LLM がこう拡張されていく中で、センサーとしての身体性みたいなのがあってどちらかというと古典的な形になってるじゃないですか。でもこれもね後ほど次回になっちゃうかもしれませんけど、やっぱりその水戸先生が非常にチャレンジしてるところですよね。身体性の部分っていうのは非常にその単なるセンサーということをもっと主体的なんじゃないかっていうところがありますよね。なるほど。
でもどうですか、なんかそういう難しいこと考えて生きづらくないですか？逆にですね、なんかずっとそういうことばっかり考えてて生きづらかったんで、ああ、そうですか。珍しい言い方ですね。そうです。多分ちょっとなんていうんですかね、生育環境というか、地元が東京の下町で佃っていう、佃島でした。過去に代表の佃にいただきました。はい、YouTube の動画ありますけど、まあすごくなんていうんですかね、都会の真ん中なんですけど、もうまさにお祭り中心みたいな、神社中心みたいなところで、なんかいわゆるルールで動いてるっていうよりも、掟というか、もうまさに身体性、言わなくても分かるだろうみたいな。まあ本当に村ですね、そういうところでやっぱり育ってた関係もあって、ちょっとこういわゆる社会のルールだからっていう感覚とまたちょっと違うのがなんか多分ベースにあったんですね、思って。なるほど。まあご略歴の話でちょっと最後なんですけど、でも博士号をねそうやって誘って取られて、やっぱ先生に残ってくれって言われませんでした？いや、言われた。かなり言われましたよね。でもそのつもりで博士号をあげてるでしょうからね。いや、まあいろいろありました。大丈夫ですか、それ波紋とか言われてないですか？大丈夫。ゆるく関係を保ってらっしゃるわけですね。そうなんですよね。そこはでもなかなかやっぱりなんか一刀両断しちゃう人が多いところはやっぱり社会性が高いですよね。やっぱり人格者ですよね。いやなるほど。なんかそのことを考えて、まあいろいろですね、さっきの四則鷹山の話なんですけどね、まあこれ初めて動画、まあ最近うちの YouTube の動画もですね、チャンネル登録者数のおかげさまで10万人になって、10万人っていうとですね、なんかもう多分全くうちのこと知らない方も結構いると思うんですよ。でまあここに飛び込んできたのは四則鷹山とか、なんか一応先生とか、なんかそういうのでこう飛び込んでくる人もいると思うんですけど、そうじゃない方に要はですね、四則鷹山ってさっきから言ってるけども、それは何っていうことで一言で言うと何ですかね？一言で言うと、まあ、人工知能とか私たちが今まで論理だと思ってたのと全く違う思考回路というか、意識の使い方、でただあんまりなんかこう難しいものじゃなくて、多分もともと私たちが言葉にできないだけで普段やってることでもある、ただそれがこうなんて数学とか論理に落ちてない部分を、まあ、人間にしかできない思考の部分をちゃんと扱おうっていうふうに生まれたのが四則和さんだというふうに思ってますね。四則っていうけど全部実は足し算でできるんだよみたいに言われてみればそうだなと。今四則演算、いわゆる今までのは足す引く掛け割るのやつですけど、四則和算は切る、動かす、重ねる、裏返す、4つを合わせて四則和算。